おはようございます。さとけんです。本日はこのセリアから発売されているタイラバを使ってヒラメやマゴチを簡単に手話から釣る方法をお伝えしていきたいと思います。動画は3つに分けて簡単にご説明していきたいと思います。1つ目はこのセリアから発売されているタイラバの仕組み。そして2つ目はめちゃめちゃ釣れるようになる簡単なカスタム。そして3つ目にこのタイラバの動かし方とおすすめのタックルをご説明していきたいと思います。まずお伝えしておきたいことが2点あります。これもう発売されて半年以上、1年近く経ってると思うんですね。ダイソーからも同じようにタイラバが発売されて、それと同じ時期ぐらいにこのセリアもタイラバ出たんですけど、まず1つ目はこの重りなんですけど、30g と 40g。めちゃめちゃちょうどいい大きさの中通しの重りが発売されてます。この 30g と 40g っていうのは売ってなかったので、すごい使い勝手がいいんでね、他の釣りでも使える中通し重りなんで、とてもありがたいです。30と40。ちょうどいい。昭和からのタイラバにはちょうどいい大きさです。そしてもう一個はですね、このダイソーの方のタイラバ。これちょっと出してくると、こういう形になってるんですけど、でこのタイラバっていうのはどこのメーカーの商品も大きく3つに分かれています。まず、このヘッドの部分と、ふさふさの部分とフックの部分。この3つに分かれます。ちょっと問題なのは、ここのね、ふさふさの部分をまとめる、この金属の穴の開いたパーツと、このふさふさを束ねるシリコンのチューブ。この2つがですね、ダイソーからは発売されてて、これが真ん中のパーツですね。で、これがシリコンチューブ。こういう風にパーツ別で販売されてるんですけど、セリアの方ではこの2つのパーツがないんですね。でも大丈夫です。このパーツを補うパーツがあるので、それも一緒にお伝えしていきたいと思います。で、セリアの方ではこの重りの部分とフックの部分と、このスカートとネクタイのこのふさふさの部分ですね。これだけパーツが出ています。全部110円です。重りは2つ入ってて110円。フックも2セット入ってて110円。ちなみに大きさはね、10号なんですけど、ダイソーから発売されているのは8号。ダイソーのやつの方がちょっと針が大きいです。なので、このダイソーのやつではちょっと大きいなと思ってた方にはちょうどいい大きさだと思います。で、このふさふさのところなんですが、このふさふさの部分は、このスカートって呼ばれるブラックバスでいうとこのスモラバの素材みたいなやつですね。ここの部分。このふさふさの部分。そしてこっち側のね、ネクタイって呼ばれるのがこのね、くるーんってなってるやつ。これストレートタイプもいろいろあるんですけど、こっち側のね、この棒状の部分。こっちで言うとこのゼブラカラーの、ピンクのゼブラカラーのここの部分ですね。これがネクタイと呼ばれる部分になります。で、その他こういうちょっとね、キラキラしたやつ。これもね、ラメスレッズっていう風になってて、ちょっとキラキラしたやつ入れたいなっていう時とか、あとはね、これブラックバス用のラバースカート。ラバージグ用のスカートなんですけど、カラー展開がオレンジとピンク系しかないので、こういうチャート系とかグリーンを使いたい方は、これも2つ入りで110円で売ってるので、使うことができます。あとはこういうちょっとパッキンの素材とかに、こういうオーロラのカラーのふさふさのフィルムみたいなのも売ってるので、これも使えます。で、これこちらの方がですね、全部乗せで付けた分になるんですが、重りのところを外して、ここですね、問題になってくるのが、ここのね、これを束ねるパーツがセリアからは発売されていないんですが、代替商品として、これと、これもちょっとね、重りのとこ外してみたいと思います。これで止めてあるんですけど、この止めてる商品っていうのが、こっちは釣り具のコーナーに置いてある蓄光玉。これシリコンのゴムみたいな素材です。もしくは、アクセサリーのパーツのところにあるピアスのキャッチ。これやったら30個入りで110円。で、これはちょっと暗いところやと光るんですけど、15個入りで110円。別にこれどっちでもいいんですけど、おすすめ的にはこっちのやつの方が穴がちっちゃいので、キュッと止まりやすいです。それではちょっとね、順番にやっていきたいと思います。これフックを1個出していただいて、で、次にこのネクタイをこの輪っかの一番上のところに通してあげて、で、これなんですけど、これはダイソーで売ってる釣り用ニードルって言って、こ
ここのね、スカート部分とかをね、ここに引っ掛けてあげて、キュッと抜くと、めちゃくちゃ便利な商品です。で、もしね、これがなかったとしても、リーダーとかを使って抜いてあげることができるので、絶対にこれが必要ってわけではないです。でも、あるとすごい便利で、110円でダイソーで売ってるので、ぜひね、これも持っといてもらったら使いやすいです。ここにもあらかじめこの蓄光玉を入れといて、ここ引っ掛けてパチッとして、これを抜いてあげるって感じですね。で、キュッキュッと締めてあげる。こんな感じ。で、今度はこっちのね、全部盛りの方ですね。ちょっと手でギュッと押さえときながら、ここにね、もともとピアスのキャッチ入れといて、で、ここで引っ掛けて、パタパチッとして、これで抜いてあげるって感じですね。で、最後、ギュッギュッと締めてあげるっていう感じです。いっぱいこうパーツを入れるときはね、こっちのピアスのキャッチの方が穴がちっちゃくて、もうバチッと締まりやすいので、ピアスキャッチがおすすめかな。で、最後に、30か40お好きな方の重りに通してあげて完成です。で、あと、これ補足なんですけど、いろんな形にこれ切りたい場合は、平場用のカットシートっていうのも売ってます。で、次はこれをちょっとしたカスタムしていくんですけど、このフックの方をね、ちょっと出してきていただきまして、で、これを出してくると、こんな感じになってるんですけど、ここにね、1個結び目があります。これを1回ほどいてあげてください。で、ほどくとこんな感じです。だいたい20センチぐらいなんで、21センチ、約20センチぐらいなんで、これを1回片方の針を切って15センチぐらいにしてあげます。15センチ取って切ります。ここを15センチ取ったらもう一回結び直します。結んであげるのは外掛けでも内掛けでもどっちでもいいです。でちょっと内掛けやります。で、内掛けはこうやって1個輪っかをこうやって作ってあげて、で、この輪っかのクロスしたところに針を沿わせてあげて、こんな感じで。で、もう一回持ちます。で、ここから1、2、3、4回。4回巻いて、引っ張ってあげます。こっち側を。で、この時注意していただきたいのは、この、よいしょ。結んでるところが針の内側に来るように。これ外側に来てしまったらダメです。内側に来るようにして、で、こっち側にもね、針ついてるからめっちゃ気をつけてくださいね。で、こっち側をプライヤーで持って、で、こっち側を、針ついてるんでめっちゃ気をつけてキュッキュッと締めてあげてください。で、このできた端糸を切ります。すると、出来上がりがだいたい10センチぐらい。ほんで、これを2つ束ねて、で、同じく、これもセリアで売ってるスイベルですね。これ別にセリアのやつじゃなくても、どこのやつでもいいです。これは0号ってなってますけど、ダイソーでもサルカン売ってるんで、2号ぐらいがちょうどいいです。どっちでもいいです。で今回はちょっとセリアの方のサルカン使います。これね。で、まずこれを2つに束ねて、この時段差はそんなにつけなくてもいいので、後でまたつけれるんで、まず2つに束ねて、で、ここをね、この輪っかのところを通してあげます。で、ここ輪っか通して、一回この輪っかの中にこのサルカンを抜いてあげて、よいしょ。で、このまま縛るとここがずれてくるので、これでできたこの輪っかをもう一回ねじって、もう一回このサルカンを通します。これで2回サルカンを通したことになります。そうすると、ここできっちり結び目のところが二重結びになるので、ここの左右がずれにくくなります。で、最後締めるときにですね、よいしょ。段差つけたい方をギュッギュッと多めに縛ってあげます。で反対も両方合わせて縛って、こんな感じで段差ができます。ほんで、これを一回団子結びします。するとこんな感じになります。よいしょ。これはちょっとダイソーの商品になるんですけど、このシリコンチューブ。これを適度な大きさに切り出します。このサルカンのね、樽の部分と同じぐらいの大きさに切り出してあげます。ほんで、ここに、どれでいこうかな。じゃあ、ピンクでいきましょうか。
で、このスカート出してきたらこんな感じ。両端が繋がってます。まだこれは切らずに3、4本を好きな本数引っ掛けて、ここをバチッと閉じてあげて、これを抜きます。で、こっち側切って、こっち側も切ります。で、これでね、両方切り取って、で、これでまず片方を、よいしょ、抜いてあげて、で、ちょっとシンプルにしてあげたいので、よいしょ。こういう感じで、ちょうど真ん中までこのチューブ持ってきて、この真ん中に、サルカン通すときも、これ使うと便利です。よいしょ。この釣り用ニードル使うとめっちゃ便利です。これして、ここパチッと止めて、で、これで引っこ抜きます。で、最後にこの左右を切ります。こんな感じで完成します。ちょっとできるだけシンプルでいきたいと思います。そして、いつも使うリーダー、だいたい3号から5号ぐらいがちょうどいいと思います。僕はよく4号を使っています。16ポンド4号をよく使います。これをだいたい1メーターぐらいリーダーを取ってあげて、で、もう直接このリーダー、この中に通していきます。で、リーダーを直接通したら、ここのサルカンのところにもう直接このリーダーを結んであげます。こんな感じで仕上がります。リーダーが来て、重りの中通って、もう直接こっち側のサルカンに結ばれています。こんな感じになります。で、ここで1個だけ、この 3B ぐらいのガン玉、ちょうど 1g ぐらいなんですけど、サルカンのちょうど上のところにつけてあげます。すると、こんな感じで出来上がります。リーダー着てて、重りの中通って、そのまま直接サルカンに結ばれてて、サルカンのちょうど上のところに 1g ぐらいのガン玉が打たれてる状態です。で、これするだけでめちゃめちゃ釣れるようになります。で、このカスタムなんですけど、このカスタムは今からお伝えする最後の項目ですね。この平ら刃の動かし方にすごく関係してくるんですけど、まずこの平ら刃っていうシステムは、本来は船の上から縦の釣りでね、この平ら刃を落として上に巻いていく、落として巻いていくっていう釣り方をするんですけど、ヒラメやマゴチのようなフラットフィッシュを狙うときは、ショアから、おかっぱりからこれをね、ぶん投げて巻いてくるっていう形になるんですけど、カスタムしたバージョンと、普通のノーマルバージョンと、動かし方がちょっと変わってきますので、まずはこのノーマルの方からお伝えしていきたいと思います。この場合はもうここのところにですね、直接僕はリーダーを結んであげてます。で、気になる方はここスナップ使ってあげても大丈夫です。で、こっち側の箱出しタイプの方のノーマルバージョンの方の使い方は、こっち側が岸だとしたら、岸側から思いっきりこれをぶん投げます。で、ぶん投げて、着水したら、ここの糸吹きをまず巻き取ってあげて、テンションフォールで落としていきます。テンションフォールで落としていくので、どっちかといえばちょっと岸寄りに寄った感じでフォールしていって、着底します。で、着底したら、だいたい5回から10回巻いて止める。5回から10回巻いて止めるを繰り返していきます。なので、5回、1、2、3、4、5と巻いて止める。するとまた重りが着底する。で、また1、2、3、4、5と巻いてあげる。で、止めるとまた着底する。っていう感じで、ボトム付近を狙っていきます。ちょうどだいたい1メーターぐらいのレンジをこういう風に引いていってあげたいんですが、で、この1メーターのレンジをずっと引けてるかどうかっていうののお試し方法は、パッて5回巻いて止めた時に着底するまでに約1秒、コツッと当たるまでに約1秒ですね。なので、1、2、3、4、5と巻いて止める。で、重りが落ちていって着底するまでに1、1、2、3、4、5、1。で、着底すると大体ボトムから1メーターのレンジを引けているっていうことになります。で、これが、1、2、3、4、5と巻いて着底するまでに1、2とかかってしまった場合は、ちょっと巻きスピードが速くて浮き上がってしまってるので、もうちょっと巻きスピードをゆっくりして、巻いて止めて着底するまでに1秒。巻いて、着底するまでに1秒の速さでリールを巻くようにしてあげてください。
で、基本的にはね、これもうずっと5回から10回巻いて落とす。5回から10回巻いて落とすを繰り返していく。ブラックバスで、ラバージグ、スイミングのラバージグみたいなイメージです。それをボトム付近でやっていくっていう感じです。続きまして、こっちなんですけど、こっちはカスタムしたバージョンなんですが、こっちのバージョンは、この平ら場が中通しである理由っていうのが大きく関係してきます。中通しになっている理由は大きく分けて3つあります。で、1つ目は、魚が食ってきた時に当たりがすごいダイレクトで伝わってくるっていうために。2つ目は、魚がかかった時に、頭を振った時に、ここが固定式だと、重りも一緒に振られてしまって、魚がバレやすくなってしまうんですが、ここが誘導式だと重りはこっち側の方に来てて、魚が頭を振っても重りは振られないので、バレにくくなります。ほんで、3つ目がこのカスタムの肝なんですけど、先ほどと同じように岸側からぶん投げます。で、ぶん投げて、着水したら、まず糸吹けを取ります。で、糸吹けを取ったらもう一回ベールを返してあげて、今度はフリーフォールで落としていきます。で、フリーフォールで落としていくと、はるか80メーター彼方で、まずさっきこの重りが落ちて、ちょっと遅れて、この1グラムのスモラバみたいなものが、ふらふらふらと落ちてくるんですね。なので、魚は口を使ってしまうっていうことになるんですが、ここからまたですね、これが着底したら、こっち側のね、ラバーのとこもちゃんと着底したら、また5回から10回。1、2、3、4、5、6、7、8と巻いて、で、また着底させます。だいたい着底するまでに1秒の速さでリールを巻いています。で、その後、これがまたゆっくりふわっと落ちてくる。で、また、1、2、3、4、5と巻いたら、これが先にボトッと落ちて、後からふわっと落ちてくるんですけど、このボトム付近を重点的に探っていきたいので、ここにガン玉をつけてないと、この1回目のボトムに落ちて、次また5回巻くまでに、これがちゃんと底に沈まずに、潮の流れとかが速かったら、ふわーってなった状態のままなので、一番重点的に攻めたいボトム付近を狙えないので、ここにちょっとでもいいので、ガン玉を打っといてあげると、テンポよくこれもポトッ。で巻いたら、この重りが落ちて、これもポトッと落ちていってくれるので、テンポよくね、このスモラバが落ちていく感じです。なので、先ほどのこっちのノーマルの方は、スイミングのラバージグみたいなイメージなんですけど、こっちはスモラバを使うようなイメージでも使えるし、同じようにテンションホールで落として、さっきと同じような動かし方ですね。ずっとテンションホールで巻いて止める。巻いて止める。っていう風にしてあげることもできます。これはどっちも使うことができるので、杭が渋い時とかは、わざとこれをね、ボトッと落として、こっちをふわ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 っと漂わせて、またくる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 っと巻いて、ボトッと落として、これをふわふわふわっと落としてあげると、魚が口を使いやすくなります。最後にこのおすすめのタックルなんですが、僕がよく使うのは、ショアジギ用の結構柔らかめの竿か、シーバスロッドの M ぐらいの硬さで 30g から 40g、そういう竿を使っています。で、長さはだいたい10フィートぐらいが、サーフでも使えるし、堤防でも使えるので使いやすいです。で、リールはだいたい3000番から5000番ぐらいのリール、ハイギアかエクストラハイギアのリールを使ってます。ほんで、PE は 0.8 から 1.25 ぐらいまで、1.55 ぐらいまでかな。で、僕よく使うのはだいたい 1.25 ぐらいをよく使います。こんな感じで、もう単純に、もう投げて巻いてくるだけでフラットフィッシュ釣れてきます。そこを狙えば。で、これ、着水すると同時にそのままもう上層部、海面近くをずーっとたたまきで巻いてあげると青物も釣ることができます。こんな感じで何でもフィッシュイーター、何でも食ってくるんですけど、今回お伝えしたのはこのセリアのね、平場やったんですけども、一番いいのは、ダイソーの方もね、こういういろんな形とかね、いろんな色のね、ネクタイとかスカートが売ってるので、両方をお好きな感じで組み合わせて、フックとかも大きい方がいいっていう場合はこのダイソーのやつとかを組み合わせて、一番
いい自分なりの、ご自身なりの一番いいカスタムを作り上げていただいて、これとこれの組み合わせでめっちゃ釣れたよっていうのがあればね、ぜひコメント欄で教えていただければありがたいです。こんな感じでめちゃめちゃ釣れる釣り方や外さない釣り具選びをお伝えしていっています。チャンネル登録しといていただければお見逃しなく見ていただけると思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。さとけんでした。